今日は3月16日なんですけれど、昨日私の叔父がね、天国の方に行きました。大事なね、天文機材をね、残して旅立ちました。懐かしいですね。セレストロンの C14 ですね。でっかい。下がね、スカイウォッチャーの EQ8 プロですね。これはどう見ても。いや、なかなか、なんかすごいな。これはすごい。なんて言っても赤道儀が重そうです。今までなんかね、観測してたんでしょうね、やっぱり。ここに無造作に置いてありますね、パソコンが。天文ガイドもありますね。2015年なんで2015年なんだ。で、バーティノフマスクだとかね。これはフラット撮影の時のあれですね。ここでね、天文写真をね撮ってたわけですね。これはね、多分赤道儀の箱でしょうね。これを一応観測台にしながら多分撮影してたんじゃないかなと思います。まあ普段はね、こういうテーブルとして利用してたんじゃないかなと。で、これがね、高橋の多分口径13センチのニュートンですね。これはだいぶ古いものです。私もね、これ見たことありません。これは冷却 CCD カメラですね。これは C14 じゃないな。なんか間違えてたかも。よいしょ。F10D304.8 口径30センチのシュミット化セグレンですかね。ずっと C14 だと思い込んでました。かなりね、年季が入ってる。まあ35センチじゃなかったにしても、こりゃでかいですね。なかなかこれを使いこなすのは自分には難しいかも。課題はね、スカイウォッチャーの EQ8 プロなので、こっちは新しいですね。確かね、このウェイトって10キログラムだったような気がするので、これ一つだけでもね、相当な重さですし、このピラーなんかね、多分ね、3、40キロあるかと思いますよ。ごっつい。まあ、この赤道儀だけでもね、おそらく30キロぐらい重量があると思うんでね。いや。一応ね、ここの権利者のね、母とおばさんからはね、この望遠鏡の処分を依頼されているわけですが、まあ自分で使うのか、他の人に使ってもらうのか、それはね、ちょっと考えないといけないですが、少なくともね、このドームはうちには置けませんね。これはね、どなたかに申し訳ないですが、あとお願いするしかないです。叔父には一人の姉と一人の妹がいるんですけれど、まあその妹っていうのが私の母ですね。私はね、この叔父と大学の時に天文道部に入れさせてもらって、で C14 をね、見させてもらった覚えがあるんですけれど、
このドームはね、当時はなかったですね。まだね、葬儀まで時間があるので、こうしてちょっとね、現状把握ということで入らさせていただいてます。ただこうしてね、叔父であるとともに、一人の天文仲間なので、20年ぐらい会ってないと言ってもね、ちょっとやっぱり感慨深いものがありますよね。ここの家がね、私のおじいちゃんおばあちゃんの家ですのでね、なおさら。一天文ファンとしてね、私も、行ってしまった後のことをね、ちょっと考えさせられる機会となりました。さっきね、見つけたこの古い天文ガイドなんですけれど、実はね、この天文ガイドね、初めてではないんですけれど、私が天体写真のコンテストで入賞した時の天文ガイドですね。なんでここにあるのか、全然わかりませんが、きっとね、やっぱり、お湯の名前を見てね、嬉しかったのか、もしくは悔しくて置いてるのかわかんないですけれど、嬉しかったんでしょうね。こうしていつでも見れるようになってます。なんということでしょう。こういうのを見るとね、ちょっとね、私も涙腺がね、緩みますね。ということでね、急に行ってしまったわけなんですけれどね。こういうの見ちゃうとね、いいや、動画で撮るのもね、ここまでにしたいと思います。ということでね、今からおじをね、送りたいと思います。天気はね、さっきまで雨が降りそうな天気だったんですけれど、ちょうどね、晴れてます。